どうもトムです。今回はですね、2024年上半期に買ってよかったもの10選でお送りしたいと思います。前回はですね、2023年通してのベストバイの動画を出したんですけど、今年はね、意外とお買い物しちゃったので、上半期と下半期で分けてお送りしたいと思います。今回紹介するものは概要欄の方に URL を貼っていますので、興味が出てきたものはぜひチェックしてみてください。今回も野球道具以外に野球系アパレルだったり小物系だったり、そういうものも紹介していくので、野球がね、大好きっていう方はぜひ最後まで見て、僕と一緒にね、生活まで野球に染め上げていきましょう。ちなみにね、上半期に買ったんですけど、動画がまだ作れてないっていう商品はちょっとね、下半期に回させてください。このチャンネルでは主にね、バッティング系だったり野球ギア、メインは海外メーカーで動画を作っていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速いきましょう。まず1つ目、こちらです。アブソリュートリーリディキュラスのグローブです。これはね、さすがに外せないです。金額的にも。僕自身ですね、今までグローブとかあんまり買ってこなかったんですけど、多分ね、自分で買ったのはね、もう3つぐらいしかなかったんですよ。去年こちらのメーカーのスライディングミットを買って、日本でもね、少しずつ認知が広まってきたかなっていう印象なんですけど、なんといってもね、やっぱこのデザインですよね。アイスクリームグローブ。これはね、もうどこにもない唯一無二のグローブだと思いますね。実はあるところのメーカーで少しね、パクってるようなやつがあるんですけど、だいぶね、品質的に怪しい感じだったので、あえて少しちょっと買ってみようかなとか思ってる節もあります。なんといってもやっぱこのアイスクリームのデザインが素敵すぎますよね。有名な MLB 選手も結構使ってまして、フィリーズのハーパーさんやレッツのデラクルーズさん、そしてマーリンズのチザムジュニアさんがね、よく使ってるのを見かけます。でね、自分もこうやって使ってて、この前ね、練習行ったんですけど、グローブばっか見ちゃうよね。僕自身がね、結構ミーハーなので、日本で使っている人がほとんどいないっていうだけでもサイ&コーです。ちなみにチョコバウムも塗ったのでめちゃくちゃチョコの匂いがします。ついでで言うとですね、このグローブループも結構お気に入りですね。相変わらず売り切れです。単純に品質もかなりいいなっていう風に感じたので、本当にかなりおすすめです。下半期にもしかしたらね、防具、エルボーガードとかレッグカードとか、僕のね、ズッキュンなデザインがあったらちょっと買ってみたいなっていう風に思っています。このアブソリュートリーリディキュラスのグローブは SBS スポーツさんとかで売ってたりもしますが、海外のサイトでも国際配送対応していますので、もちろん直接買うこともできます。他の人と違うグローブを使いたいっていう方はぜひ手を出してください。金額を見ちゃうとひるんじゃうので、目をつぶってすぐにポチりましょう。1つ目はアブソリュートリーリークラスのグローブでした。結構ね、柔らかくなっていい感じに出来上がっています。2つ目、オールスターのキャッチャーミットです。いや、僕ね、上半期にまさかね、2つグローブ買うとは思ってませんでしたね。1年に2つグローブ買うっていうこともかなり珍しいことだと思うので、大人になっちまったよ。僕はね、キャッチャー1ミリもやったことないし、今後もやる予定はないんですけど、キャッチャーミット買ったね。でもみんなもミットって使わなくても欲しいって思ってるでしょ。そういう欲しいってタイミング、年に10回は来るでしょ。そういう人に向いてるミットと言っても過言ではないんですよね、このミットは。公式用のキャッチャーミットなのにもかかわらず、値段がね、4万円切っちゃうわけなんですよ。こちらのミットは中学生や女性選手に向けたミットになっています。なのでね、やっぱりね、一回り小さいんですよ。だからこそ4万円切るっていうお値段で、さらにはね、やっぱオールスターなので、海外メーカーっていうところもサイ&コーです。人生で初めてミットを買ったので、他のメーカーと比較っていうのはできないんですけど、やっぱりね、実際に一回り小さく感じますね。だからこそ使ってみてね、こうやって小回りかなり効くし、キャッチャー始めましてとか、まだ体が小さい人、もしくは僕みたいにキャッチャーミット欲しいけど、ちゃんとしたやつが欲しいっていう方には間違いない商品だと思います。こちらのキャッチャーミットは公式の日本のオールスターから出ている商品なので、日本のね、公式サイトから手に入れることができます。興味が出たよって方はぜひ公式サイトをチェックしてみてください。ということで、こちらがですね、上半期で買った2つのグローブなわけなんですが、さすがにね、下半期にグローブ買ってしまったら、1年に3個グローブ買ったっていうことになっちゃうので、もうそれはね、暴挙ですよ。なので新しいグローブを買うとしたらまた来年になるかなと思います。ただ実はですね、ラスマーク入りのグローブに非常に今興味がありまして、もしおすすめなメーカーさんがありましたらぜひ教えてください。はい、次はですね、こちらです。ジャクソンホリデーさんモデルのオーダーヒッコリーバットでございます。これですね、本当に良い。こちらのバットの詳細を話すと 32.25 インチ、約82センチですね。850g ミドルバランス、そしてくり抜きがなしでございます。これはですね、あえてくり抜きなしにしたんですよね。その理由としては、今まで僕自身もくり抜きありのものを使ってましたし、主流はやっぱりね、くり抜きがある方のバットだと思うんですけど、くり抜いて先っぽが軽くなっちゃうのであれば、トッポのようにね、
最後はね、身が詰まってた方がいいんじゃないかと思ったんですよ。なので今回はくり抜きなしで、今までくり抜いていた分 10g、20g ぐらい重くしたバットを作ったわけなんですね。よくね、くり抜きありの方が振り抜きがいいって言うと思うんですけど、僕はどちらかというとね、やっぱ先っぽが軽いっていう印象の方が強かったので、こうやってね、くり抜きなしにしたんですけど、実際にね、このくり抜きなしのバットを振ってみて、別にね、振り抜きが悪いっていう印象もないですし、僕自身このバランスでめちゃくちゃ振りやすい、なんなら振り抜きやすいっていう印象があったので、とってもいい感じなんですよ。そしてですね、このグリップですね、フレアグリップです。少しね、これ薄めのグリップエンドなんですよ。日本とかでよくあるフレアグリップって結構ね、このグリップエンドが少し分厚めだったりすると思うんです。ただ僕はですね、このね、こういう薄いタイプのフレアノブのバット使ってみたかったんですよ。実際にそっちの方がしっかりね、バットギリギリまで持てるし、このね、指との密着感が非常にいいですね。間違いなく今までね、僕が触ってきた中で一番バランスが良くて一番いい形状になったかなと思います。僕はですね、いつもスミレスポーツさんでヒッコリをね、オーダーしていまして、軟式のホリデーさんモデルも売ってまして、ちょっと前なので在庫がまだあるかはわからないんですけど、興味がある人はぜひメッセージを送ってみてください。ちなみにモデルの名前は J7H ですね。ジャクソン7ホリデーです。ちなみにホリデーさん今年の最初の方にメジャー昇格したんですけど、見事にね、玉砕してしまって、またマイナーで出直して奮闘中です。いやね、この結果には本当に驚きましたね。マイナーでね、しっかり結果を残して、もうね、マイナーでやることないんじゃないかって思ってたので、メジャーのね、レベルの高さをね、僕自身が痛感しちゃいました。で、ほぼベストバイなんですけど、ちょっと番外編として、こちらのですね、ジャクソンホリデーさんのボブルヘッド。これですね、結構僕の中でね、お気に入りですね。以前にですね、こちらのボブルヘッド、ホリデーさんの紹介も兼ねて動画作ったんですけど、びっくりするぐらいね、見られませんでしたね。なのでこちらはベストバイを外れてしまいました。人生でね、初めてボブルヘッドを買って、今はね、この後ろの机のところに置いてるんですけど、仕事をする時とかにね、こうやって目線に入ってきて、非常に彩りを感じます。たまにね、仕事中悩んだ時はこうやって首ボヨンってしたりしてますね。あと実はですね、メジャー昇格記念に、ホリデーさんの直筆サイン入りのユニフォーム買ってます。こちら、直筆サインでございます。まだね、アメリカっぽい匂いがします。ちょっとね、飾ろうか迷ってるんですけど、結局今まだしまっちゃってますね。こちらね、裏ベストバイ入っちゃってますね。今はですね、マイナーリーグのショップで、ホリデーさんのユニフォームちょっと買おうか迷っています。次、バッテ2つですね。上半期ね、ほとんどバッテばっかり紹介してたので、バッテチャンネルみたいになってたんですけど、1つ目がこちらです。ジャックスのバッティンググローブです。これはですね、非常に面白かった。水かき付きのバッテですね。正式名称は Web と呼ばれているものなんですが、この Web がですね、最大の特徴でして、一番の効果としては手にね、衝撃が来ないっていうところで、実際に使ってみてね、全く衝撃が来ない。ただそれよりもですね、僕が一番面白かったと思ったのが、バットを握った時のここなんですよ。ここの部分。ここでバットが止まるんですよ。普通素手だったら手ってね、こうやって密着すると思うんです。ここがね、ぴったり。なんですけど、このウェブのおかげで、この部分にバットが密着しないんですよ。それが非常に打ってて面白かった。多分ね、これはほとんどの人が体感したことない感覚だし、スイングしてる感じもとっても良かったんですよ。付け心地としては、海外メーカーってやっぱりね、ゆったり系が多かったりするんですけど、意外とね、ぴっちりめなんですよね。だから、どっちかというと付け心地的には日本のメーカーに近いなっていう印象です。海外メーカーのバッテちょこちょこつけてきましたけど、このね、ジャックスのバッティンググローブが付け心地的には一番ぴったりで一番良かったです。ブルースボルトが一番好きなんですけど、付け心地的にはもうジャックスが一番です。購入する時の問題点として、このね、ウェブどっちにつきますか問題ですね。一応ね、これトップハンドにつく方が正しいということなので、左バッター、僕左バッターだったらこっちの左手ですね。右バッターだったらこっちの右手につくものを選んでください。右打ちだったらライトハンデッドスイング、左打ちだったらレフトハンデッドスイングという風な記載があります。一応ね、このウェブなしのバッティンググローブも選べます。そして僕が買ったのはこれね、ベルトタイプなんですけど、ベルトなしのタイプももちろんあります。ぜひですね、日本でももっと流行ってもらいたいなって思うバッティンググローブでした。日本で楽天とかでもね、全然買えるんですけど、国際配送対応してますので、気になるっていう方ね、ぜひ公式サイト見に行ってみてください。2つ目はですね、こちら。オースティックです。このバッティンググローブはですね、世界一丈夫なバッティンググローブだと思われます。海外のね、農家の人が使うような素材なんですよね、ここら辺が。さらに擦れやすいところにもね、こういう補強のカバーがついてて、このね、よく擦れるこの部分は強化ヤギ革を使っています。ただのヤギ革じゃありません。ただですね、これ手の甲側は結構ね、普通の感じなので、もしかしたら、使ってたら、こっちがね、親指の部分が擦れるんですけど、ここら辺が先に穴開くかもしれないですね。ただ、こちらの手のひら側はもう多分世界一に最強だと思います。意外とですね、結構分厚めなので、バットとのね、フィット感が結構いいので、普通
にバッティンググローブとしても僕はかなり好きな部類です。そしてこちらね、ベルトタイプなので手首もしっかり固定できます。耐久性抜群というだけじゃなくて、単純にね、使い心地もかなり良かった、そんなバッティンググローブでした。ちなみにこちらのウォースティック、公式サイトからだと国際配送対応してないんですよね。なので、プライムスポーツっていうね、アメリカ版ゼビオみたいなお店がありまして、そちらはね、国際配送対応してるので、興味がある人はぜひそちらから買ってみてください。ただね、そっちだとね、やっぱね、種類が全然ないので、選択肢的にはね、ちょっと狭くなっちゃうんですよね。ウォースティックもね、ぜひ国際配送対応したいと思いますね。はい、ここまでは野球ギアでした。他にもね、いろんな野球ギア買いましたので、ぜひチャンネルページから見に来てください。ここからは動画とかではね、紹介してないんですけど、僕はですね、野球系の服だったり、小物系が結構ね、好きなので、そちらのベストバイを紹介していきたいと思います。まずは服なんですが、実はね、着てるこちらの服です。こちら、ジャンクソンのグランド整備のお洋服です。見えるか？ジャンクソンはですね、2023ベストバイの時にも紹介しましたが、今年もですね、見事にぶっ刺さりお洋服発売されております。最近だと知ってる方も多いと思います。ディフェンスデザイナーのタケさんが運営しているウルベースボールともコラボしていました。こちらの服ですね、実はね、女性向けっぽかったんですけど、少しね、大きめのサイズでフリーサイズっていう風になったんで買ってみたんですけど、見事にね、バッチリのサイズ感です。生地的にも普通のロングティーぐらいの厚みなので、これからね、暑くなるタイミングでも着れそうかなっていう感じのお洋服です。ジャンクソンさんはですね、いい感じのね、ベースボールパークなお洋服がいっぱいありますので、ぜひね、興味を持った方は僕とおそろちしましょう。インスタのアカウントは概要欄に載せています。実はですね、また今度ジャンクソンさんから新しいお洋服来るんですけど、そちらはおそらく下半期の方に入るでしょう。そしてこちら、ベストバイになり得たお洋服、キューンのお洋服ですね。知ってる方は知ってると思います。こちらオンラインストアのね、11周年記念の T シャツ。だからね、ここ背番号が11のうさぎなんですけど、なぜこれがベストバイから外れたか。それはですね、サイズを間違えたからです。返品すればいいと思った方、僕がね、サイズを間違えたのを気づいたのは、こちらを買ってから約1ヶ月後です。いやね、本当に着ようと思ってパッて開いたらね、なんか小さいなと思って、よく見たらですね、XS サイズを買ってしまってました。サイトにはですね、170センチのモデルの方が着ていて、すごいいい感じだったんですけど、だからね、僕も着れるかなって思ったら、もうね、ピッチピチになっちゃった。ちょっとね、僕は運動してる分ね、サイズが合うことはありませんでした。はい、次。こちらのキャップです。カージナルスのグリーンベースボールキャップです。ていうかね、上半期でキャップ買ったの、今回これだけなんですよ。このね、グリーンのカラーが非常に良くてですね、僕ね、めっちゃ鳥好きなので、だからね、カージナルスの他にブルージェイズとね、オリオールズと好きなので、いずれ購入したいなっていうふうに思ってるんですけど、まずはこのね、カージナルスのこのロゴとね、色が非常に良かったんですよ。このロゴ自体はね、ちょっと古めのロゴなんですよね。他にもカージナルスね、ロゴ可愛いのが多いので、またね、買いたいなというふうに思っています。コメントでキャップのね、動画のリクエストがありましたので、そのうち作りたいなというふうに思っています。次はですね、こちらのバケットハットです。こちらオールスターのバケットハットです。多分ね、オールスターのキャッチャーミットの動画の時ね、これ前後逆だったかもしれない。このね、バケットハットはですね、褒められたからベストバイです。僕ですね、人生で唯一尊敬している先輩が大阪の方にね、一人いるんですけど、その人はですね、僕が社会人に出ていろいろ教えてもらって、大変感謝申し上げているんですけど、いつもですね、お前のそのメガネダサいとか、なんやその服はと、僕がね、身につけてるものね、一度も褒められたことなかったんですよ。なんですが、この前のね、オールスターのミットの動画で、人生でね、こうやって初めてバケットハットを買って、被ってね、動画を作ったわけなんですが、その動画を公開した後にね、久々に連絡が来て、何かなと思ったら、お前そのバケットハット似合ってると LINE が来ました。それがね、非常に嬉しくて、だからベストバイです。なのでね、すぐ2個目のバケットハット買いました。こちらはですね、ベンゼネラルのバケットハットですね。こちらももうベストバイです。このバケットハットが何か優れてるとかそういうことは全くないです。ただ褒められたからベストバイです。異論は認めません。はい、次はですね、小物系いきたいと思います。僕の部屋をね、彩ってくれてるゾーンなんですが、これちょっと見えるかな？動画差し込もうと思うんですけど、このボブルヘッド2つとキーホルダー、こちらがね、上半期で買った商品ですね。たまにはっていうね、こちらも野球のアパレルだったり、小物系のものがいっぱい売ってる僕のね、大好きなお店なんですけど、ちょっとね、まだ飾り方がね、納得いってないところではあるんですけど、これのおかげでね、もう日々に彩りがあって、野球好き感マシマシになるので、本当にね、買ってよかった商品だなと思っています。これはね、もう去年買ったものなんですけど、特にね、このファミスタのゲームボーイのキーホルダーとかめちゃくちゃお気に入りですね。で、ちょっとね、番外編として、こちらのね、カープ坊やライトですね。こちらも買って結構良かったです。別にね、カープ好きなわけじゃないんですけど、SNS にね、流れてきて買っちゃいました。全然光らん。そしてね、上半期に発売する12球団のマスコットミニカーっていうのもね、今非常に興味がありまして、30歳になってトミカか。
とは思ったんですけど、1つね1100円くらいでちょっとね12球団全部揃えるってなると1万超えになっちゃうので、自分が好きなマスコットちょっと買おうかなって思っています。最後ですね、こちらのシュアプレイのバットキャリーとこちらのギアコンテナです。でかい。今までね僕バットケースね1本しか入るものしか持ってなくて、何回もね何本か入るバットケース欲しいなって思ってたんですけど、なかなかね僕にぶっ刺さるデザインがなくて、けどねようやくシュアプレイから矢がいいというねアウトドアブランドとコラボしたバットケースがなんと出たんですよ。こちらのデザインがですね非常にズキュンバキュンでして、さらにね6本も入っちゃうっていうところで非常に素晴らしい商品です。実際に入れてみたらねちょっとね5本ぐらいが精一杯かなっていう感じだったんですけど、それでも僕はね普段2本持っていきたいので2本だけ入れて、まだね隙間いっぱいあるので、その隙間に他にねバッティンググローブだったりエルボーガードだったり小物を入れたりして、これと小さいバッグだけでもう全然ね練習とかいけちゃうような感じでした。さらにギアコンテナ、こちらね本当に大きい。袋に入ってる状態で想像していた3倍大きくて、開けたら5倍、中身の容量に関してはねもう思ってた10倍ぐらいは広かったです。そんな感じでねどれぐらい入ったかっていうのはねぜひね前回の動画を見てほしいんですが、結構雑にいろんなものを入れて、グローブ2個、さらにはスパイクとユニフォームとか着替えとか他にもねいろんな小物入れたりして、それでもねかなり余裕だったので、正直荷物が少ない人からしたらバットキャリーとギアコンテナこの2つだけで容量はねかなり余るんじゃないかっていうぐらいにはしっかりねサイズ感のある素晴らしいコンテナでした。実はねこれでまだちょっと外出たわけじゃないんですけど、家でね入れた時点で本当に良かったので、こちらベストバイさせていただきました。楽天とかで手に入るので、ぜひ興味がある人は見に行ってみてください。はい、ということでですね、以上が2024年上半期に買ったベストバイ10選でした。ちょっとね、いろいろあって日付も変わっちゃったんですけど、こちらがですね、ベンゼネラルのバケハでございます。色が最高です。で、10選とは言ったんですけど、僕ね、いつも買うとき、詳細とかレビューとか結構ね、厳しめで見てるので、正直買ったもの、家にあるものは全部ね、ベストバイなんですよね。なので、ぜひ少しでも参考になったら嬉しいです。今回紹介したものはね、下の概要欄の方に URL 貼っております。いやね、上半期が終わったということで、今年も半分ですよ。今年はですねかなりね時間が進むスピードが非常に速くて、少しね僕自身がついていけてないんですが、下半期もねその勢いそのままに走っていきたいと思います。上半期はねちょっとギア系の動画多かったんですよね。バッティング系の動画ほぼ作ってないので、そちらも作りたいのと、もしかしたら下半期にね少し発表できるものがあるかもないかも、できれば発表したいっていうのがあります。そんなこんなでぜひチャンネル登録と高評価コメントお待ちしております。それでは長い時間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。